次はですね、オイル交換やっていきたいと思います。試運転とかして、様子確かめるんですけど、その際にですね、エンジンの方は比較的温めたというか、暖気運転して温めたんで、オイル交換しちゃいたいなと思います。で、実際このバイクそんなに走らせてはいないんですけれども、前回のオイル交換からだいぶ時間経っているんで、今日はですね、オイル交換と、それから、できれば冷却水、さっき全然言ってなかったんですけど、冷却水も補充しておきたいなと思います。オイル交換の際にオイルフィルターも変えたいんですよね。で、実際どこにあるかっていうと、こう下に潜ってオイルフィルターが多分これですね。で、オイル自体はどこにあるかなというと、見えるかな？こっちだ。これだ。これが多分オイルのドレーンプラグですね。この辺交換していきたいと思います。作業としても楽かなと思いますよ。ドレーンプラグなんですけれども、17ミリかな。これでいけそうです。じゃあちょっとやっていきましょう。ドレーンのプラグがね、硬くね、しまってるんですよね。こんなに硬くしなくてもいいんじゃないかな。いつもはね、上抜きしてるんですよ。だから、実はこれね、自分でね、これ下から抜くの初めて。こういうのがあるので、ちょっとね、下から抜くのは躊躇してたんですけど。もういけるな。で、これで抜いていきます。オイルフィルターもね、交換していきましょう。で、こっちは、よいしょ。先にね、ちょっと閉めておきましょう。忘れると嫌なんで。はい、これで閉めました。見えるかな？僕あんまりここをね、きつく閉めるの好きじゃないんですよ。外しにくいから。よいしょ。
じゃあオイルは出せたんですけど、もう一個ね、オイルフィルター出すときにまたちょっと入れるかもしれないんで、よいしょ。これもいけるかな。これはそんなにね、硬く決まってなかったですね。これでもう完成るかな。あ、もうちょっと、もうちょっといった。もうちょっといった。よっと。まあまあ、出ますね。で、こちらの木島製ですね。オイルフィルターに交換していきます。穴の数とかね、多分違うんですよ、これ。まあ、もう、このね、穴の数は違うんですけど、まあ、そんなに気にすることもないんでしょうね。で、そうだな。つけるときに新しいオイルで、ここをね、滑りを良くするっていう処置をしたいんですけど、まだ新しいオイルを出してないですからね。まあ別に古いオイルでも変わらないっちゃ変わらないですから。精神衛生上の問題ですね。まあ、こんな感じで塗って、ですね、はめ込んでいきます。なんで僕もここはね、手締めでいいんじゃないかと思うんですよね。僕もついてるし。まあ、やるに使って外すときにすごいね、力いると嫌なんで、工具使って締めるにしろ、多分あとちょっとだけ。こんだけやらも十分かな。まあ、念のため工具でもちょっとやりましょうか。こうかな。軽く多分これ外れないです。OK です。で、オイルを抜いて、それからオイルフィルターを交換しました。これからオイルを入れていきたいと思います。オイルの交換量なんですけれども、今回はオイルフィルターも交換したんで 2.4 リッターですねを、目安に、交換していきたいと思います。じゃあこれからねオイル入れていきたいと思います。ここがオイルの入り口なんで、錠を使ってですねオイル入れていきます。で、今回使用するオイルなんですけれども、MGB にも使っているレイクフィールドの 10W40 ってやつを、使っていきたいと思います。バイク用ではないんですけれどね、ちょっとまだ余っているので、これを使ってですね、この次のタイミングぐらいから、もうちょっといいオイルにしていこうかなという感じですね。で、このオイルもですね、僕が買った頃はもう7000円とか、それぐらいだったかな。6000円、7000円台だったんですけど、昨今のね、インフレというか、そういったこともあってですね、今見たら同じ品なのに、もう1万1000円かな ?1
10,000円とか、消費税入れたらもうちょっと高くなるかと思うんですけど、それぐらいいい値段になっちゃってるんですよね。でそうするとね、なかなか6000か7000の頃だったらこんな安いオイル大丈夫かっていう話だったんですけど、今となったらね、こんだけ値段が上がったんで、全然これでもいいんじゃないかという気にもなってきますけどね。そうそう、それでね、値段が上がったっていう話したじゃないですか。こういった、今まで安かった鉱物油、それとですね、高級と言われていたオイルですね、その辺のね、値段差がね、少なくなってきている、小さくなってきてるんじゃないかなっていうのが、自分の持っている印象で、次のオイルっていうのももう購入してるんですよ、ペルカンで。で、そっちはね、今度ね、グループ産の VHVI ってやつと、パオっていうんですか、PAO、それが入ったオイルで、ちょっと安い時に買ったんで16,000円ぐらいだったんですけど、そうなるとね、本当に鉱物油ともうちょっといいっていうランクのオイルの差がなくなってきちゃったんで、これだったら無理してレイクフィールドを買う理由がちょっとなくなってきちゃったなと思ってですね、今度変えようかなと思っています。次のオイルはちゃんと二輪対応ってやつですね。で実際車もね、バイクも乗っているから同じオイルを使い回ししたいというのが自分の願いというかね、やりたいことなので、それができるオイルっていうのを今度はちょっとやってみたいなと思います。それ交換するのがちょっといつになるかわかんないんですけど、でレベルゲージについてはこの V45 マグナはこことこのオイル入れるところとレベルゲージが車みたいに違うんですね。こっち見えるかな。見えますね。でちょっとこれをどんなもんか見てみましょう。車体を起こします。よいしょ。ちょっと重たいバイクなんで車体を起こすのも結構ねドキドキしちゃう。まだ全然足りないですね。じゃあ追加しましょう。やろう。よいしょ。来てるかな。もう一回。こうですよね。意外とこれステックが白くないから分かりにくいですね。よいしょ。来てる。あれちょっと多いかな。2.4 入れたんですけど、こんな感じですよね。という感じで、泣くのどうしようそんな感じで、本当はね、オイルが多いのはね、よろしくないんですよ。よいしょ。どんだけ多いかっていうのがあるんですけど、ちょっとね、実際このオイルフィルターにオイルが回ったらまたそこの分が減っていきますから、多分これぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあこれでオイル交換は完了しました。